今回はベネトンの B194 ですね。シュマッハが初チャンピオンを取ったマシンですよね。エンジンはフォードの ZEC-R V8 と。デザイナーはロリー・バーンさんですね。まずね、ロリー・バーンがどういう考えでね、この車を作ったのかっていうね、設計思想を見ていきたいと思います。ハイテク禁止規定に対応。アクティブサス禁止に伴い、車高やピッチ、ロール変化に対してのエアロ反応を徹底的に研究。この年からハイテクが禁止になっちゃったんですけど、そのアクティブサスがね、使えた時は、最高のダウンフォースを生んでくれる車高というかね、車の姿勢を機械で維持してたわけなんですけど、普通のサスペンションに戻っちゃうと、当然車は車高が変わったり、ロールしたりするんで、それに対してエアロがどういうふうに、空力がどういうふうに変化するのかっていうのを徹底的に研究して作ったと。理想の最高値追求ではなく、幅広い条件で有効な性能を発揮する空力設計。風洞実験方法も見直し準備したと。さっき言った車高の変化だったり何なりが起きるんで、もうそれを前提に狭い範囲で最高の性能を出す空力じゃなくて、どんな条件でも安定した空力性能、ダウンフォースが発揮できるように考えて作ったってことらしいんですよ。この空洞実験方法を見直したっていうのは、昔の空洞っていうのは例えば前からこのボディの模型にまっすぐ風を当てるだけとかね、そんなシンプルな方法だったんだけど、車がハンドルを切って要するに旋回してる時のね、風の当たり方とかね、そういうのも空洞実験できるように作り直したらしいんです。次は、徹底した軽量化。大量のバラストを床下に配置し、低重心化。運動性も大幅に向上。この194を作るときに、とにかくね、車が軽くなるように作ったらしいんです。規定の最低重量に合わせるために重りを積むわけなんだけど、それを床下、車の一番低いところに積むことによって重心を下げられるわけですよね。そういうことも考えて作ったと。バーンは馬力重視ではない。燃費が良く、トルクバンドが広いギアは6速で十分。ホイールベースを100ミリ短くできた。ベネトンってこの前年までも HB の V8 エンジン使ってて、94年にエンジンが変わっても、V8 なんですけど、そもそもこのデザイナーのロリー・バーンさん、エンジンパワーっていうのはあんまり重視してないんですよ。このずっとあとフェラーリのね、時代でもそうなんですけど、それよりも燃費が良くて、トルクがあるから、ギアがこのエンジンだとね、6速にできると。この時代ね、ほとんど7速ですよね。そう、だけど、逆に6速にしたおかげで、ギアボックスがちっちゃくできたってことらしいんですよね。ホイールベースも、100ミリ短くできたと。V10 とか V12 が手に入んないから V8 を使ってたんじゃなくて、こういうことも含めて、あえて新しいエンジンになっても V8 を使ってたってことらしいんですよ。今までのことをまとめると、B194 の狙い、丸1、車高の変化に左右されない空力性能、丸2、軽量な車体にバラストで低重心化を図る。丸3、低燃費なので、スタート時、ガソリン搭載量はライバルより少ない。丸4、ショートホイールベースで旋回性に優れると。ハイテク禁止のレギュレーションの変更を、そこをうまくつくっていう。そこにいかに合わせるかっていうのを最初から考えてたって感じですよね。理にかなってるなって感じがしますよね。軽量化だとか、ショートホイールベースとかって書いてますけど、これあくまでロリー・バーンさんの腕があるからできるんですよね。どういうことかっていうと、この時って、エンジンが 3500cc ですよね。このパワーで、この時のタイヤのグリップで全部考えて、このホイールベースでバランスをちゃんと作れる。多分何も考えない人がショートホイールベースの車にしたら、多分くるんくるんスピンしちゃう変な車になっちゃうとかね。そういうことが起きると思うんですけど、それも含めて空力でバランスを取ったり全部できるから、こういう狙いで、この B194 がロリー・バーンは作れたってことだと思うんですよ。で、ちなみに194ってどんぐらい速かったんだっていう証拠というかタイムで見たいんですけど、1994年はセナが亡くなってしまって途中からマシンの規定が急に変わるんで、当初の狙い通りね、設計されてる、改定される前のタイムで比較したいんですけど、モナコでは FW14B より速い B194。まずブラジルグランプリ、開幕戦ですけど、92年のマンセルのタイムが、1分15秒7、開幕戦セナがポールポジションですけど、1分15秒962。で、シューマッハは1分16秒290と。
ブラジルはスピードの出る部分もあるし、さすがにちょっとアクティブさスのね、マンセルの方が速いんだなって感じがしますよ。それでもだいぶ、近いタイムではありますけど、モナコグランプリは92年のマンセルが1分19秒495と。で、94年のシュマッハは1分18秒560ってって1秒近く速いんですね。だから、バーンさんの狙い通りになってますよね。ショートホイールベースとか軽量化とか。やっぱ低速コースで発揮してますよね。高速コースも全然悪くないんだけど、低速コースで如実に設計通りの速さが出てると。バーンにとって忘れられないマシン。バーンさんが言ってんですけど、ベネトン時代の最高傑作。B195 もチャンピオンを獲得したが、B194 を超えていない。消し去ろうとする政治的な力を感じた。ベネトン時代の最高傑作だって言ってんですよ。で、その消し去ろうとするっていうのは、今ね、ここではあえて長く触れないですけど、要するにこの年にベネトンに対してかけられたいろんな疑惑ですよね。政治的圧力で、なんていうかな。この車がどんだけ素晴らしかったってことを消し去ろうとしてね、する力を感じたってことなんですね。ちなみにベネトンにね、かけられた疑惑がどうだったか、それは別として、バーンさんはベネトンに対するその政治的ないろんな圧力が嫌になって、ベネトンが終わった後一回引退してるんですよね。後でフェラーリで車作ってるじゃんって思うんですけど、あれはそう、引退してんのを呼び戻したんですよね。そう、それぐらい嫌だったんですね、この年が。簡単にちょっとそこを触れておきますね。